よし。はい、皆さんお久しぶりです。夏以来の動画になりますね。ブルブルテスターの富山翔平と申します。本日はですね、玄関機の釣りになるんですけど、この時期一番メインのベイトとされるのは、バチ抜けシーバスですね。川バチなんですけど、その川バチで釣れなかった時のね、ホゲ回避重宝じゃないんですけど、そんな感じのボトムドリフトっていう重宝があるんで、そちらをね紹介しながらシーバスを狙っていきたいなと思います。まずはナレージ6号からですね。これからやっていきます。なんでこのルアーをセレクトしたかって言いますと、この時期ですね、玄関期と言われるワンオク玄関期、1月2月3月の上旬ぐらいは玄関期っていうんですけど、そこでのねベイトパターンで、主にメインなのが、バチだったり網、イナッコ、ハクもいますし、であとは落ちハゼですね。ボトムにいるハゼ、これをね食べてるシーバスが結構多いんですよ、この時期で。そのハゼを食ってるシーバスにアプローチするのに、このボトムドリフトが結構有効で、バチパターンで外したりとか、今日はバチが流れない仕様だっていう時があるんですけど、そういった時にじゃあどういう狙い方をしたらいいかなっていう時に、僕はよくこのボトムドリフトで魚を出しているので、なので今日はねちょっとそのいつもやってるボトムドリフトで探ってみようかなとチャレンジしてます。他の代用できるブルーブルーのルアーで言ったら、ジョルティだったりトレーシーもあるんですけど、ナレージはね一つはリップがついてるんですよ、樹脂バイブレーションで。なのでレンジのキープはしやすい、ボトムをキープしやすかったり、そのボトムからじゃあ10センチ20センチ30センチ上げたとこもキープしやすいってとこもありますし、あとどうしてもボトムを攻める釣りなので、そのストラクチャーとか、かき背とか、あまりかき背がすごい多いとこではやらないんですけど、そういったストラクチャーボトムあるのを根がかり回避してくれるっていうところもあるので、先にリップが当たるので、リップ当たったらちょっとロッド煽ったりとかしてストラクチャーをねちょっと回避したりとかできるので、根がかり回避能力があるっていうところもいい点で使ってます。今ねそこまで流れがまだ速くないです。なのでこの明暗沿い、なるべく明暗に近づけたり、もう明暗つらつらに入れたり、そこをちょっと調整しながら刻んでいくっていう感じでやってます。でこれが流れがガーッと速くなっていくと、それをもう計算して、ナレージ6号だったらこのところにここにキャストしたらこれくらいの速度で流れてボトムしっかりドリフトできるなっていうとこを刻んで調整していくっていう感じですね。僕がよくやるのは同じ位置にキャストして、でそこを2、3投してダメだったらもう50センチとか1メートルとかちょっとずつずらしたり、明暗の外にキャストして食わなかったら逆に今度暗の方ですね、明暗の暗い方にキャストしてドリフトをしたりとかもしてます。そこになんかブレイクボトムに何かありますね。かかりそうで、今僕ローギアを使ってるんですけど、手元に伝わってくる感覚としてはナレージがしっかりボトムを吸っている感覚なので、あまりバイブレーションをしていない感じですね。そのブルブルブルっていう感覚がほぼないので、むしろなんかアクションあえてさせないような感じでスローに流していってます。よし、今ちょっとボトムずる引きしてたんですけど、ちょっとずつレンジも上げていきましょう。まず20センチ30センチぐらい、若干ちょっと上げたところを通すような意識でアプローチをちょっと変えてみます。僕のちょっと右上にもう一人アングラーさんがいるんですけど、なんだろう、今ちょっと細長いルアーが一瞬見えたんで、もしかしたらバチルアーを投げてるかもしれないですね。この時期下げといったらバチってのは確かなんですけど、でも逆に言えばその隣の人がバチルアー投げて釣れてないってことは、おそらくバチパターンではない。
そういうちょっと答え合わせもできますよね。こういう周りに人がいる場合は。でも思ったよりここも人が少ないから穴場っちゃ穴場なんだけどな。秋に比べてやっぱ人が外に出る人数っていうんですかね、やっぱそういうバチッとなんかちょっとやだな、親父ギャグみたいな、なんかそのバチの地合い潮位っていうのをしっかり当てはまらなかった時に意外とアングラーさんが少なかったりするんで、意外とね穴場だったりするんですよ。こう寒い時期ちょっと頑張れば1級ポイントが取れたりするので、しかもランガンができる、こっちの1級ポイントダメならあっち行こうみたいな、それが成立するのがこの意外と玄関期だったりするんで、僕はね結構好きなんですけどね。寒ささえ我慢すれば。今日の潮だと潮回りだとバチは多分抜けなそうですね。なんで読み的にはそれこそ本当ボトムの落ちはぜパターンかな。ただこんだけベイトいるといろんな種類、イナッコ、ハク、アミもいるし、サヨリも見かけたし、本当難しそうですね。どこかに正解があるはず。魚だ、シーバスだ。釣れてますね。でも確かに流れが一番走ってきた。でこのボトムドリフトなんですけど、僕の経験上の話にはなってしまうんですけど、結構ね大きな魚をね狙って釣ることができる釣り方だと思ってます。なぜかっていうのも、こうアフターで帰ってくる魚が多いんですよね、秋の産卵から。でそういった活性のねちょっと体力の落ちた魚の特に大きい魚ですね。結構ボトムでねじとっとね、あまりこう体力を使わずベイトを食べたいので、こうボトムでじとっと待っているっていうね感じがするので、逆に上のレンジでは結構小さな魚、やっぱ活性がいい元気な魚がね食べてきてしまうので、僕の考え方ですけど、このボトムドリフトではねそういったでかい魚を狙って釣ることができる、この玄関期にそんな釣り方だとも思います。なんでサイズを狙える釣り方でもありますね。じゃあちょっと最後アプローチ変えて、このジョルティの22ですね。さらにちょっと遠くの流進を狙いたくて、22、流れも速くなってきたので重量を上げてボトムコントロールしていきましょう。しっかり。これでダメだったらきついな。最終手段。よし、食いました。 OK。 アプローチを変えたら食ってきましたね。流れがそんな大きくないけど、よいしょ。いいし、そんな可愛いサイズだけど嬉しい一本。よいしょ。よいしょ。いやー可愛い可愛いけど嬉しいですね。玄関期でもしっかり釣れてくれました。ボトムドリフトですね。しっかりボトム取ってから自動を追って明暗沿いをなぞってくる感じで来てくれた一本ですね。この玄関期ならではの釣り方というか、バチを外した時はこのボトムドリフトが有効です。はい、お疲れ様でした。本日はですねボトムドリフトという情報でシーバスを狙ってみました。で特にこの1月2月3月の玄関期、特にねシーバスの活性が一番低い時期ではあるんですけど、特に今日なんか、前日雨降って水温も低くシーバスがなかなか口を使ってくれない時に、ぜひこの落ちハゼパターンですね、ボトムにいるハゼを食べているシーバスがいるので、比較的この時期でも
簡単に C バスに出会えるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。本日はありがとうございました。